笠井宏美さん、当時14歳。廿日市で原爆の閃光を見て、翌日広島に入り被爆しました。広島一中の2年生だった笠井さんは、学徒動員のため廿日市の兵器工場で働いていました。8月6日の朝、ラジオ体操をしている時に閃光を見ました。翌日、白島にあった自宅の様子を見ようと広島に戻りました。現在、広島大学工学部の教授として原子核の研究に当たっています。また長年原爆の放射線量の測定に取り組んできました。8月6日の朝はですね、いつも通り8時集合しまして、そして訓示を受けて、それから裸でラジオ体操が始まったわけです。そのラジオ体操が始まってる最中にですね、突然ピカッとした閃光があったわけですね。で、空をみんな見上げたわけです。そしたらその空にですね、ちょうどちぎれ雲が広島の方からずっと飛んでくるわけです。で、地御前というのは広島の広島湾の海岸端ですから、ちょうど向かいに広島が見えるわけなんです。だから広島からですね、雲がバーッと飛んできまして、で自分の頭上に来た時に突然周囲がガタガタと言い出して、でガラスが一部割れたりしました。10時か11時頃じゃなかったと思うんですが、その頃になりますとね、前の国道をですね歩いて被災者がどんどん歩いてきだしました。でそれを見ると皆ちぎれた服とかですね、そして顔もすすだらけになって、そしてとうとう歩いて宮島の方へ歩いてみんな行ってるわけですね。で私自身もおふくろと妹がいたもんですから、でちょっと気になるからですね、どこに落ちたんですかというふうにお聞きしたんですよ。それで皆さんに聞いてもですね、どなたに聞いても自分の家に落ちたと、庭に落ちたとかですね、そういうふうに言われるので、おかしいなと思ってですね、しかもその飛行機もいないのにですね、自分の家落ちたと言われるんで、それが近所の人同士ならいいんですが、かなり離れた土地の人がですね自分の家落ちたと言われるんで、不思議だなと思ってたんです。そしたら中には殺人光線だという人もありましたですね。でそれからですね、昼過ぎになりましたら軍のトラックだと思うんですが、そのトラックでですね被災者がどんどん送られてきました。でちょうどその工場の向かい側にですね、確か病院か診療所かというのがあったんじゃないかと思う。確か今考えてみると、それは今の廿日市の総合病院じゃないかと思うんですがね。でそこにですねどんどん収容が始まったわけです。で我々はその時に収容するのを手伝えと言われましたですね。その時の一番びっくりしたのは、支えろと言われて手をこう持った時にですねその人の皮膚がないんですね。だから両方から支える時に腕をこう持つとですね直に肉へこう触ってるわけですね。だから手を離すとこうねちゃっとこうつくわけです。それでですね気持ちが悪いっていうんじゃなくて、痛かろうというのが先に出ましてですね、躊躇したのを記憶してますね。でその時にグズグズするなと言われて、それでまた急いでまた持ってですね下ろしたというのが記憶に残っております。それから翌日のですね
昼前にやっと帰宅してもいいという許可が出ました。そして出発しました。でその時に一つは川の上にですね、川に人の死体とかですね、特に目立ったのは馬がですね、当時はまだ馬がいたわけですから、馬が四つ足を上にしてですね浮かんでるんですね。でそれがこうずっと流れてるとかで、人間もですね人という感じがしないんですね。体がこうポーッと膨れてましてですね、それでそれがこう流れてるから人形のようでしたですね。私が帰ったらですね家族がいるということがいわゆる何ですか貯水槽にそういうこう墨で書いてましたので、ああ元気でいたかと思ったわけです。そしたら幸いに近所にですねがすぐ長寿園というとこでしたので、川がありますからその辺にいたらしくて会うことができました。妹は一緒に外で遊んでた友達からですね、ちょっと家に帰ってなんか人形を取ってこいと言われたらしくて、部屋に入った時にあったわけですね。それで奇跡的に助かりましてね、ちょっと頭の方傷したぐらいで助かったんです。でその時にその妹と一緒に遊んでた女の子の死体を運ぶんだと言ってお父さんがですね抱いておられたのを見ました。だから妹と遊んでた子はその時に亡くなったんだろうと思います。そこで非常に印象的だったのは先ほど言いました女の子のお兄さんになるんですが、もう大やけどでですね、で裸足で帰ってきました。で相当ですね痛がってましたですね。でその痛がってた子がですね2日目でしたかね、2日か3日、私がちょうどそこいなくなる前でしたから3日目ぐらいだったでしょうかね、急にですね君が代を歌い出しましてね、で何事が起きたんだろうかと思いました。でこれ気が違ったんじゃないかというふうに思ったんですがね、そして最後にですね天皇陛下万歳と言ってストップなくなったんですよ。でね後でねそういう話をね方々で聞きましたがね、私目の前で見てですよ、15歳の少年ですよね、それがね君が代を歌って天皇陛下万歳って言って死ぬというのはですね、これはびっくりしたというのは当時我々が教えられた死に方なんですね。当時は死ぬ時はこういうふうにして死になさいと言って毎日教えられてきたわけです。でそれをですね見事にやってのけたんですね。私も最近こうして残留放射能の測定をやってるわけですが、そのきっかけになったのはやはりアメリカへ行きましてですね、ロスアラモスというところで基礎研究ですが物理学の研究に行ったんですが、そこが広島にとっては非常にゆかりのあるとこなんです。ロスアラモスというのは広島の原爆を作ったとこなんですよ。秘密のうちに作ったとこなんです。でそこへ行ってもちろんそこで作られたというのは知ってましたけども、そこへ行ってみるとやはり原爆が日本人を救ったと言ってるわけですよね。そうではないです、それはたまたまそうなったけれども、確かに原爆なかったらもっと被害が大きくなったかもしれませんが、しかし原爆の使用が正しかったとは言えないだろうと思います。それでやはり私もそれからふっと考えて、自分も被爆者でありながらやはり少しでも広島の原爆のことに携わってみたいと思って、今やってるんですがね。